皆さんこんにちは。アマークの草直子です。2年前にね一度やって大人気だったセレクトショップのスタッフさんのスナップなんですけれども、今回はニューマン高輪で行わせていただきました。私ニューマン高輪結構何度か行ってるんですけど、もちろんねお店のいろいろなセレクションだったりとか動線も含めてご飯も含めて大好きなんですけど、一番何が好きかっていうとショップにいるスタッフさんのおしゃれ見に出かけてます。ということで今回は9のショップから9人の方にご出演いただいています。本当にそれぞれのやっぱりテイストだったりセンスだったりバックストーリーがあるので楽しみにぜひご覧ください。圧巻です。で今日はね最後私出てこないんですけど、ぜひ最後までご覧いただいて面白かったという方はいいねボタンをお願いいたします。そしてぜひぜひお見逃しのないようにねチャンネル登録もお願いします。あとはこんなショップのスナップ見たいとか、あと私の街まで来てください。そんなコメントもお待ちしております。ぜひ最後までご覧ください。ニューマン高輪店店長の片岡です。今日は、マルティニークオリジナルの、パジャマパンツをメインにスタイリングを組みました。で、トップスには、マルティニーク定番の、シャツを合わせてワントーンにしまして、それだけだとちょっとシルエットがゆるっとなるので少しワンクッションウエストマークしております。羽織には、レリタージュマルティニークの、ボクシーなちょっとカチッとしたジャケットをあえてカジュアルダウンしすぎないように合わせました。最近買ったお気に入りは、マルティニークで取り扱いがあったキルティングの巾着バッグになります。普段あんまり色物を着用することをあんまりないんですけれども、ちょっと思い切った赤を今回選んでみました。そうするとなんかコーディネートのポイントになって、ちょっと気分が変わるのですごく気に入ってます。人とかっていうことではないんですけれども、ストリートスナップとかの写真を見てなんか色の合わせだったりとか素材の合わせ感だったりを参考にしたりしています。はい、好きなものがなんかずっと変わらないなっていうのがありまして、ちょっとクラシックなものだったりとか素材のいいものだったりとか、なんかそういった長く手元に置けるものがすごく多いなって思うんですけれども、そういったアイテムと、ちょっとシーズンの気分のものだったりとかトレンドのアイテムだったりとかをミックスしながらスタイリングするのが好きです。AP スタジオ高輪店の大溝です。よろしくお願いします。全体的にちょっとヴィンテージ感が漂うようなスタイリングにしておりまして、トップスもヴィンテージ風のスウェットで、デニムもヴィンテージ感漂うようなお色味で合わせております。パンツもシンプルな綺麗なシルエットなんですけど、裾にダメージのディティールが施されておりまして、ワンポイントになっております。スタイリングを締めるようにベルト、ハット、あとマルジェラの旅ブーツで合わせておりまして、黒でちょっとモードな雰囲気も演出しております。今シルバージュエリーで全体的に合わせておりまして、AP スタジオでは結構欠かせないシルバージュエリーになっているんですけど、ネックレスがガーデン・オブ・エデンのもので、今手元に合わせているリングもガーデン・オブ・エデンのアイテムになっております。今ちょうど着用しているヴィンテージオフショルダープルオーバーというお品になるのですが、ちょっと普段カジュアルなお洋服とかも好きなんですが、女っぽく着こなすこともできますし、今日はデニムでスタイリングしているんですけど、なんか黒いシンプルなスラックスとかで合わせてモードな雰囲気でも楽しめる一枚になっております。私がよくいつもチェックしているのが AP スタジオのバイヤーの大室さんという
社員がいるのですが、AP の着こなしを体現しながら自分なりのスタイルにまとめているので、いつもインスタグラムとかお会いした際はファッションチェックしております。あとはトーテムっていうブランドとマルジェラのブランドがすごい自分自身大好きなので、そこのルックとか毎回参考にして自分自身にもちょっと取り入れてチャレンジしております。私あんまり身長が高くなくて、今156センチなのでサイズ感をすごい大切にしております。今日のトップスもあんまり体のラインを拾わないゆとりのあるデザインなんですけど、ネックが広めに作られておりますので、オフショルダーにしてちょっと抜け感を出してスタイリングのバランスを調節しております。キャバンニューマン高輪店の川村です。今日はキャバンのジャケットを主軸にスタイリングしました。ジャケットなんですけども、ボタンを一番上まで締めて、内側にあるドローストリングをこうギューッと絞って、ジャケットをシャツのようにスタイリングしました。で、トップがミリタリー調なので、シアーのレースを中に重ねて、ボトムはあえてフェミニンなデプレの白のリルスカートを合わせて柔らかさをプラスしました。ソックスはタビオの花柄のお気に入りの靴下でして、小物でちょっと春を取り入れています。今日はぎゅっと絞ってペプラム調にしているんですけども、普段はこの紐を外してジャケットボックスシルエットで少しカジュアルに着ていただいても素敵です。コートはキャバンのウールギャバジンコートを着ておりまして、スカートが A ラインの形なので、袖をこう託し上げてすっきりとして見えるようにスタイリングしました。キャバンはニットのアイテムがすごく人気なんですけども、こういった不白のコレクションもすごくおすすめで、このコートはジャケットの上から着てもすごくすっきりとして見えるシルエットなので、本当にどんなスタイリングとも合うおすすめの一着になります。最近購入したお気に入りのアイテムはドモランド B のツイードトップスです。こちらはイタリアのファブリックのツイードを使用しているんですけども、袖口のところが少し広がっているので、腕がすっきりと細く見えるのもおすすめのポイントです。あとは首周りのフリンジと金ボタンだとか、絶妙なこの着丈の長さ、あと裏地がシルクの肌触りのいい素材になっているので、そういった計算し尽くされたデザインがお気に入りの一着です。で、半袖のデザインなので、シャツをこうアレンジしたりだとか、シースルーのインナーを合わせたりだとか、長いスパン着ていただけるのも魅力の一つになります。普段おしゃれに参考にしているものは、本当に社内の方がおしゃれな方たくさんいらっしゃるので、自然と素敵だなと思ったところは取り入れるようにしています。あとは雑誌を読むのも好きなんですけども、スタイリストさんの YouTube だとか雑誌の編集部の方が配信している YouTube、Instagram を見てすごく参考にさせていただいてます。YouTube だと本当にアマークさんもそうですけども、リアルバイ特集だとかは私も可愛いって共感しながら楽しませていただいてます。コーディネートで普段こだわっていることは、私はプリントのアイテムだとか色物、あとツイード、レザーなど素材感のある華やかなアイテムが好きなので、自分の気分を高めるためにも華やかなアイテムを1点投入するように心がけています。で、そこから過敏になりすぎないように引き算を重ねて全体のバランスを整えるように意識しています。あとは、今日のスカートもそうなんですけども、こういったフェミニンのアイテムを合わせた時だとかは、歩き方だとか所作
にちょっとこうエレガントな雰囲気が出るようにそこも意識しています。ザ・ストア・バイ・シー・ニューマン高輪店のキラと申します。よろしくお願いいたします。今日はまずインナーはデニムの上下で合わせているんですけれども、もともとデニムはすごい好きでよく使うアイテムなんですけれども、今年のちょっと気分で上はちょっと本格的なシルエットと素材にこだわったきれいめなジャケットを羽織っているんですけれども、ちょっとこのカジュアルさをきれいめなジャケットでオンして洗練された大人のカジュアルスタイルをテーマに今日はコーディネートを組んでみました。でアクセサリーをしっかりつけることでちょっと自分らしさというか個性も出してスタイリングをしてみました。こちらのインディアンジュエリーのターコイズのリングなんですけれども、これはもうドライクリークターコイズというちょっと色がグリーンのターコイズになるんですけれども、本当に色に一目惚れをしたのと、こういう天然石のインディアンジュエリーって本当に世界に一つだけなので特別感もありますし、コーディネートの外しとしても使えるので、これは本当に買ってよかったなと思ってお気に入りのアイテムになっております。私ピンタレストという画像のアプリなんですけれども、いつも購入したアイテムだったりとか欲しいと思っているアイテムを英語名で検索すると、海外のスナップがたくさん出てくるので、それをちょっと参考にいつもコーディネートを組んでいたりします。で特にやっぱレイヤードの仕方とかは自分にない新しい発見があったりするので、そういうのを探しているのがすごく楽しいんですけれども、あとは髪型だったりネイルを変える時もよくピンタレストで画像を探して参考にしております。まず私コンプレックスとして肩幅があるのがすごいコンプレックスなので、ちょっと細身のパンツだったりスカートを合わせる際はちょっとスカーフだったりシャツを腰巻きするなどして、ちょっと全体の重心の置き方というかバランスを考えていつもコーディネートを組んでいます。ビームガゼットニューマン高輪店の船尾遥と申します。よろしくお願いします。今日のコーディネートのポイントは、素材がまずボンディングの素材のビッグカラージャケットを主役にワントーンで一応揃えたんですけど、デニムで、あえてジャケットってカチッとしたような印象になりやすいんですけど、カジュアルダウンさせているスタイリングにしています。でちょっと遊びを加えたいなって思ったので、シューズに、ゼブラ柄を取り入れてコーディネートを組んでみました。最近購入したものがアクセサリーがすごく多くあるのでご紹介したいです。まず1つ目がノアークさんのピアスになっておりまして、こちらです。揺れるとすごいキラッと感が可愛くておすすめです。で、1点ずつハンドメイドで作っているものになっているので、なんかその温かみといいますか、すごく好きなポイントになってます。で、同じくブレスも買っておりまして、こちらですね。こちらもすごい素材がシルバー950を使用しているので純度が高いっていうのもあって、普通のシルバーよりかなりきらめきがあるような仕様になってます。で、3つ目が、こちらのオリジナルの商品でハーウのネックレスになるんですけど、モチーフが大きくて結構コーディネートの主役になるようなアイテムがまず気に入ってるのと、ここの移動ができるキャッチがついておりまして、こちらを移動が簡単にできるのでコーディネートに合わせてショートでつけたり、あとロングでつけたりっていうので調整してバランスを整えたりしてます。
インスタグラムで、海外の方の、コーディネートをよく検索して、見ることが多くて、海外の方のスタイリングってやっぱり日本と比べるとちょっと遊びを効かせたスタイリングをしていることが多いなと感じているので、そこからインスピレーションをいただくことが多いです。もう一個が、一応本部の方がすごくおしゃれな方がいらっしゃるので、そこからスタイリングを、いただいて、ちょっと私も取り入れさせているのも意識してます。もともとワントーンのコーディネートがすごく好きで、上下の素材の組み合わせにこだわっていて、カジュアルとモードをミックスさせたようなスタイリングを意識するように、自分で組むようにしています。今日だと上がモードで下をカジュアルにして組んでおります。ユナイテッドアローズ高輪店の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。今日のコーディネートのポイントなんですけど、この今着ているデニムジャケットとこのピンクの色が可愛い春らしいカラーのシャツがおすすめなんですけど、このジャケットなんですが、毎年ユナイテッドアローズでも人気のリラクスとの別注の商品でして、形が完全に別注のモデルなのでユナイテッドアローズでしか買えないモデルになっております。すごい毎年リラックスですとこのフレアのシルエットが人気のものなんですけど、このフレアのシルエットをデニムジャケットに落とし入れたモデルとなっております。こちらもポイントのシャツなんですけど、まずはこの色味がすごい春らしくて可愛いピンクのカラーがおすすめなのと、こちらもハイクとの別注でして、モデルがもともとやっていた形を復刻した形で別注したものになっておりますので、すごいシルエットだったりも可愛い1枚となっておりまして、1枚で結構もう着映えするデザインとオーバーサイズなので、パンツとかスカートでもいろいろ合わせやすい形がすごいおすすめのブラウスです。あとはこういう感じでデニムジャケットを脱いでもカジュアルすぎない形になるように組み合わせしてみました。こちらのセットアップなんですけど、このスタッツがポイントのジャケットとパンツのアイテムです。セットアップで着てもすごい可愛いんですけど、単品使いでもどちらも使いやすいお色味ですし、コーディネートのポイントになるデザインがすごい気に入っております。一番のおすすめはセットアップで中にちょっとプリントの T シャツなどを着てカジュアルに合わせたいなと思ってます。人物は今のところ思い当たらなかったんですけど、常に気にかけていることとしては、Pinterest というアプリでアイテムを検索して、例えば最近デニムを買いましたってなったらデニムコーディネートだったりデニムアウトフィットなどで検索して海外のスタイリングだったりを見ることがすごい多くて、その中からお気に入りの画像を見つけて今持っている自分の洋服と合わせて考えることが多いので、参考は Pinterest が参考にしております。コーディネートいつも考える時間自体はすごい朝になってしまうことが多いんですけど、まず朝に、携帯で天気予報を見ます。で、気温だったり雨じゃないかなとか夜雨降ったりしないかなっていうのをまずチェックしてから選ぶことが多いのと、すごい寒がりなので気温を割としっかりチェックしていて、少し寒そうでしたら中にすごい着込んだりとか気温調整できるようにコーディネートを組むときは気をつけております。割とモノトーンが多いんですけど、結構春先とかですとホワイトだったりベージュとか色味のものも最近は着るようになりました。エミの営業をしております尾崎です。ニューマン高輪店にもよく立つことがございます。
今日のコーディネートのポイントは、ボトムが結構ゆるっとカジュアルめになっているので、トップスはコンパクトに女性らしく仕上げました。あと肌見せしていることで結構ヘルシー感が出るかなと思って今日のコーディネートのポイントにしております。スニーカーは今一番推しているナイキのショックスです。ブラウンが今年のキーカラーにもなっているのでおすすめで、先がとんがっているのでシャープにも大人っぽく着れます。フリース付きのユーティリティコートです。これはフリースが付いてるんですけどセットで販売していて、別々でも着用できるのが一番のおすすめになっています。寒い時にはこちらのフリースに上着てもいいですし、どちらかだけでも着用できるのですごく便利なアイテムになっています。春に、多分カラーものがたくさん出てくると思うので、あと柄物チェックだったりボーダーだったりとかにさらっと上のユーティリティコートを羽織るのをしてみたいと思います。普段はよくインスタグラムを見るんですけど、インスタグラムの検索のところにスニーカーと入れてわーって出てくるものを手当たり次第全部見る、見漁ることです。普段コーディネートを考えるときは、体型が出にくいようにポイントを考えていて、ゆるっとしたところにちょっとこうミニマムに抑える、全体的にコーディネートがバランスよく仕上がるようにしております。バブアーニューマン高輪店の村松由香と申します。こちらのスペインのシャワープルーフのジャケットを軸にコーディネートを組んでみました。でこちらのジャケットはカラーがクリーム色でちょっと春らしい色を使ってるんですけど、ブランドカラーは損なわないようにしつつイエローのインナーを入れて春らしさを入れてみたりとか、このパンツデニム生地とコットンの切り返しのあるパンツを入れてちょっと遊び心を加えてみました。でこちらのキルトのジャケットを入れて少し肌寒い夜でも着れるような機能性も取り入れてみました。こちらのキルティングもリバーシブルになっていて、表の面がベージュとブラウンっぽい色なんですけど、裏がオレンジ色の結構蛍光色というかはっきりパキッとしたお色味なので、気分によって着れるっていうのがポイントの商品です。アクセサリーが結構好きなものを入れてるんですけど、ケイト・スペードっていうブランドがすごく好きで、ケイト・スペードで買った指輪とバングルを使っています。最近購入したお気に入りのアイテムがこちらのバブアーのアイコンの、襟がオレンジ色のビードネルという方のワックスジャケットになりまして、レディースモデルの丈長めのジャケットなんですけど、特にお気に入りなのがこのオレンジの襟とピンズでして、バブアーらしさを入れつつちょっと遊び心のあるものが好きなので、こういうピンズをジャラジャラつけてます。バブアーで販売してるものとか、コラボの商品だったり限定品だったり、バブアーとは関係ない好きなアーティストのピンズ入れたりとかして個性を出してファッション楽しんでます。参考にしている方はモデルとタレントをされている花山瑞希さんという方で、もともとアパレルされてた方がモデル今されてるんですけど、花山瑞希さんも手足がすごくスラッとして長いので、私も手足が長いんですけど袖丈が足りないこととかもあるので、そこをうまくレイヤードされたりスタイリングされてる部分がすごく参考になるので勉強させていただいてるのと、あとはライフスタイルだったり、いつか私もモデルとかそういうタレントとか挑戦したいと思っているので、ロールモデルのような感じで参考にさせていただいてます。バブアーとかワックスジャケットなどのそのジャケットを軸にコーディネートを組むことを心がけています。
レディースものだと結構ジャケットは袖丈が足りないことが多いので、中に着るインナーをちょっと丈長めにして、白シャツとか青シャツとかシャツを特に使ってレイヤードをすることを意識してコーディネートを組んで楽しんでます。スピック&スパンニューマン高輪店の上谷と申します。今日のコーディネートのポイントは、今年のトレンドカラーのペールピンクを取り入れてみました。で、リネンシャツなんですけれども、スピック&スパンでは毎年人気の、私も2色持ってるすごい重宝してるんですけど、今年そちらから新色が出まして、こちらのピンクを取り入れてみました。で、私はすごいデニムが大好きで、なんかトレンチコートとかで合わせても可愛いかなと思ったんですけど、今回はちょっとデニムでカジュアルにまとめてみたところがポイントになります。せっかくピンクを着ているので、ちょっとこのニットは濃い色になるんですけど、ピンクのグラデーションをちょっと全体で作ってみております。私が最近購入したお気に入りのこちらのバッグです。ピエニのバッグなんですけれども、ウエストバッグになってて、こういう感じでつけることもできますし、肩掛けにしたりとか、あとハンドバッグ、短くしてハンドバッグにも使えるので、すごく、重宝してます。経年劣化がしにくい素材になっているので、長く使えるのがすごく楽しみなバッグです。私はいつも SNS を見るのがとても好きなんですけれども、その中でも Pinterest っていうアプリで自分の気になっているコーディネートを調べて、その時の気分のコーデの着てらっしゃる方がいたらアルバムとか作ったりして、今の自分の雰囲気に合わせれるような、シルエットを見つけています。はい、こだわっているポイントは、私は素材感のバランスだったりとか、あとどこかにカラーを入れるのにいつも意識しています。モノトーンよりもちょっとカラーの方が私はすごく気分が上がるので、今回もリネンシャツをちょっとピンク入れたりとかで少し華やかに印象見えるようなところをポイントにしています。